農作業がいよいよ始まります。平らに平らに。改造したハイエースです。車でもコンセントを使えるようになります。ご飯もちゃんと炊けました。とても便利な休憩所が出来上がりました。こんにちは、さおりです。3月になりました。農作業がいよいよ始まります。だいぶ暖かくはなってきたんですけども、見ての通り、まだまだ雪があって、畑には入れないので、3月はハウスでの農作業がメインになります。もう少しでビートのポット作りが始まるので、今回はそのためにちょっとハウスを片付けたりします。あと2月の間結構時間があって、その間に農作業の休憩でも使えるようにハイエースを改造したりとか、あとかぼちゃのね、収穫機を作ってみたりとかしたので、今回はね、そんなこの改造したハイエースを紹介できたらなと思っています。よし。早速ハウスに入ります。お邪魔します。あったかい。めっちゃあったかい。プールの匂いがする。久しぶりにハウスの中に入ってきました。ポット作りに必要なものがあって、あとは除雪用のトラクターだけこのあったかいハウスの中に入ってます。トラクターを出したので広くなりました。で、まずハウスにお水をまくのに、このタンクにね、まず水を溜めることから始めますか。結構お水を溜めるの時間がかかるので、よいしょ。手袋落とした。やばい。ハウスの片付けをしたいところなんですが、一旦ちょっとハウスから離れて、トラクターたちがエンジンかかるかどうかを確認しに行こうと思います。去年の10月に農作業が終わって、それからずっと動かしていないし、バッテリーもね、結構弱ってきてるので、ちょっと早めにエンジンかけて、動くかどうか確認しておかないと、ぎゅうぎゅう詰めになってるので、結構狭くて、もうここもくぐるしか通れないっていう。よいしょ。よし。まずは、久保田のトラクター行きますか。邪魔します。3月といっても夜はマイナス気温なので、だいぶ予熱をしてもエンジンがかかるまで結構時間がかかりました。クワガタをエンジンかけていきます。そうだ。あった。ありました。お久しぶりです。かけますか。あ、かかった。かかりました。よかった。はい。エコトラです。ちょっと予熱したんですけど、回りませんね。エコトラはかからなかったので、充電をつなぎます。よし、かけます。かかるかな。あ、かかった。かかりました。
トラクター全部エンジンがかかったので、やっとハウスの中の準備を始めました。これは散水機を準備しています。これは工具がいるんだっけな。今では散水機が当たり前になっていますが、私が農業を始めたての7年前はホースで水やりをしていたので、すごいなって思います。次にある程度地面を平らにします。平らに平らに。ほどほどに綺麗になったので、一旦お水をまいて休憩します。最初にちらっと紹介した休憩用に改造したハイエースです。あくまでも作業の合間に使えるように作ったので、あまり凝らずシンプルな作りになっています。まずは作っている様子をお見せしようと思います。35,000円くらいした。早速作業をしていくんですが、今回なぜ休憩スペースを作るかというと、去年忙しい時期に休憩時間をあまり取れなかったからです。なのでハイエースを改造することで短い時間でも満足に休める空間を作っていきます。ハイエースの荷台を荷物の積み下ろしにも使えるように、設置した家具はすべて取り外し可能な形で床に固定しました。必要に応じて簡単に下ろせるようになっています。ハイエースの後部座席はそのまま残し、折りたたみテーブルを取り付けて、ご飯を食べたり飲み物を置いたりできるようにしました。内装ができたので、次はバッテリーを取り付けます。これはリタイムさんの 12.8V 100Ah です。リン酸鉄リチウムイオンを採用していて、劣化しにくい性質を持っているので、長持ちだし軽量なのが特徴です。専用のアプリでバッテリーの電圧や温度、充電状態を見ることができます。車で電気を使うためにリタイムさんの 1000W のインバーターも用意しました。車のサブバッテリーとして使うこともできるんですが、今回私は普通に電気が使いたかったので、インバーターと組み合わせてコンセントを使える状態にしました。インバーターにつなぐことで 12V から 100V に変換できるので、車でもコンセントを使えるようになります。コンセントは3つつなげれるようになっていて、USB もついています。あと周波数も変えれるようになっていました。ちゃんと丁寧に書いてあるので大丈夫そうです。よし、早速取り付けていくんですけど、この椅子の下がね、収納スペースになっているので、まずはここにバッテリーとインバーターを固定していきます。インバーターにはネジ穴があるんですけど、バッテリーには固定できる箇所がないので、もともとバッテリーが入っていたケースをネジで留めました。固定したらコードをつないでいきます。このインバーターには付属で赤色と黒色のコードがついているんですけど、これからね、一緒につけるアイソレーターというものの方にね、長さの関係でそっちに付属のコードを使うので、別で購入してきたどっちも黒色のコードにはなってるんですけど、もともとは赤と黒の分かりやすいコードがついてます。よし、
こっちは接続したので、今度はリタイムのバッテリーに給電するためにハイエースのメインバッテリーをつなぎます。今回はメインバッテリーとリタイムのサブバッテリーの間にアイソレーターをつけました。これが何かというと、サブバッテリーを直接つなぐと大きい電力を使った時にメインバッテリーの電力が一気にサブの方に回ってしまうので、メインバッテリーの仕事に支障をきたさないように調整してくれるものです。そしたらこのアイソレーターから出ている入力側のコードをずっと当てて、ここに穴を開けたので、ここを通ってメインバッテリーにつなぎます。そしたら最後にインバーターとアイソレーターから出ているマイナスをサブバッテリーにつなぎます。こういう配線はめちゃくちゃ初心者なんですけど、説明書とかを見ながらつなぐことができました。はい。ということで、出来上がったハイエースの内装はこちらです。ここでご飯を食べたり、編集をしたり、料理をしたりね、できるようになってます。そしてこっちが座るスペース。なんだろう。車中泊仕様ではないので、あまりそう寝れるようなスペースとかは考えていないんですけど、まあちょっとね、足を伸ばしてくつろいだりできるような空間にしたかったので、広めに取ってあります。それじゃあ早速電気を使ってみます。これはインバーターについてきたんですが、インバーター本体のスイッチを押さずにリモートで電源の操作ができるようになっています。あ、大丈夫そう。まずは冷蔵庫です。農作業中の水分補給のために必須です。ストーブです。お、怖い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 。灯油ストーブも問題なく使えました。おー。ご飯もちゃんと炊けました。うん。美味しい。バッテリーをつけたことで電気が使えるようになって、とても便利な休憩所が出来上がりました。今回はまだ寒いのでストーブを用意したんですが、夏は扇風機とかをつけるのもありですね。はい。ということで、お水を止めて今日の作業は終了しようと思います。この設備があればね、今年は快適に過ごすことができるでしょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。